皆さんこんにちは。 RPG が大好き、日本一ソフトウェアを勝手に応援している歴帝チャンネルです。さて、今回は日本一ソフトウェアが誇る大人気シリーズの2作目、魔界戦記ディスガイア2についてストーリーやゲームシステムを中心に解説していきます。本作は2006年にプレイステーション2で発売されたソフトで、その後 PSP で魔界戦記ディスガイア2ポータブル、Steam で魔界戦記ディスガイア PC がリリースされています。今現在プレイするのであれば、パソコン環境は必要ですが、Steam 版がおすすめだと思います。ちなみに今回の解説にあたっては、ストーリーの根幹に関わるネタバレは伏せておりますのでご了承ください。なお、このチャンネルでは日本一ソフトウェアのゲームを中心に解説動画を作っています。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて、まずはストーリーについてざっくりですが語っていきましょう。物語の舞台は辺境の魔界ベルダイム。主人公はホルトト村に住む青年アデル。ベルダイムでは魔王ゼノンの呪いにより少しずつ人間が良心を失い、徐々に悪魔になっています。主人公アデルは唯一その呪いの影響を受けない人間として、悪魔になりつつある家族を救うために打倒魔王ゼノンを目指します。さあ、魔王ゼノンを求めて冒険の旅が始まりますと見せかけて、凄腕のサモナーであるママがなんと自宅前で魔王ゼノンを召喚してくれるようです。材料はドラゴンの黒焼き、妖精の油、修羅の剣、魔竜の骨、その他諸々と生贄の寿命。ちなみに生贄はパパと兄弟の太郎と花子。家族の寿命を生贄に捧げてしまうあたり、まさに悪魔の所業ですね。ゼノンの呪いは恐ろしいですね。そして魔王ゼノンを召喚と思いきや、召喚されたのは悪魔のお姫様ロザリンド。どうやら魔王ゼノンの一人娘のようです。娘を人質に取るような悪魔的な真似はせず、彼女を父魔王ゼノンのもとに送り届けることを条件に道案内を頼み、結局は魔王ゼノンを求める冒険が始まるというストーリーになっています。魔王ゼノンを目指す冒険の途中では、魅力的な数々のキャラクターが登場します。ロザリンドの幼馴染であるティンク。本来は可愛らしい愛天使のようなルックスとのことですが、何者かにカエルに姿を変えられてしまったようです。あらやだ、姫様でしょ。あひゃー、お久しぶりでございます。さあ遠慮なく抱きしめてトゥナイト。雪丸。魔王ゼノンに滅ぼされた雪一族の生き残りで忍者として修行し、兄の吹雪とそれぞれでゼノンを探す旅を続けているでござる。忍者にとって最も大切なのは心にござる。特に拙者のような未熟者の忍者はまず日頃からの心がけが大事だからござるなのでござる。そしてアデルの兄弟である太郎と花子。アデルとしてはやはり戦いに巻き込みたくないようですが、魔王ゼノンの呪いのおかげか悪魔としてそれなりの戦闘力があります。だってさ、どうする太郎ちゃん、私と喧嘩する？やだよ、花子と喧嘩しても勝てないもん。はい、この生肉チョコバーあげるよ。悪魔の世界って厳しいな。ありがとう太郎ちゃん。そして我らがスター、ダークヒーローアクターレ様。テレビ映えするのなら手段はいとわない。悪のお手本だけど、とにかく残念で頼りないやつ。ちなみに本編とは別にアクターレ編というモードもあり、ちゃっかり一丁前に主人公もやっています。危ない！見えない光線だ！このダークヒーロー様の気配を察知した勇者どもの攻撃に違いないぞ！はいやー！どうだ見ろ！見えない光線を華麗にかわしたぞ！嘘じゃないぞ！ガー！
また前作の主要キャラである魔人エトナも魔王ゼノンの称号を狙い別魔界から参戦しており、前作からの続投キャラの活躍は熱いですね。まあ大人の事情もあり自業自得でレベル1になってしまうんですけどね。ちょっとあんたたち一体何してくれたのよ。私のレベルがとんでもなく下がったのよ。あんたたちの仕業でしょこれ。はあ？そんなことした覚えはねえぞ。いやー、どのキャラクターにもたくさん語ることはあるんですが、動画の尺が長くなってしまうので、そのあたりは別動画でしっかり熱く語らせていただきます。というわけで、今回はゲームシステムの解説の方に行ってみましょう。シリーズ恒例の最大レベル9999や基礎ステータスなどを強化しながらレベル1に戻る転生、賄賂や暴力を駆使し、様々な恩恵を受けることができる暗黒議会。探索することで武器防具などを育成し、強化できるアイテム界などは今作も健在ですね。もちろんバトルでは敵味方関係なく持ち上げたり投げたりすることもできます。このあたりはシリーズファンには言うまでもないディスガイアの醍醐味ですね。今作の特徴としてはだいたいこんな感じでしょうか。キャラの特性、指定関係、前科システム、裏面、修羅の国。まずはキャラの特性について。ディスガイアシリーズにはストーリー上で仲間になる固有キャラとは別に汎用キャラクターが登場し、人型、魔物型を含めて好きなキャラを仲間にすることができます。今作では後のナンバリング作品で実装されるマビリティシステムはないものの、固有キャラクター一人一人や汎用キャラクターの種類ごとに特性が設定されております。例えば、アデルなら自分よりレベルの高い敵に与えるダメージがアップ。戦士なら HP 減少時にクリティカル率がアップするなどですね。これにより前作以上に汎用キャラクターにも個性が出ています。お次は指定関係。初代ディスガイアと同様のシステムで汎用キャラの作成には暗黒議会を開催する必要があるのですが、議題の提案者が師匠となり、師匠は弟子からステータスや特殊技の恩恵を受けることができるようなシステムになっています。特に特殊技は弟子が覚えた魔法を師匠も習得することができるため、なかなかに重要な要素です。冷静に考えると立場が逆のような気もしますが、細かいことは気にしないようにしましょう。ゲーム開始時には初心者のためにキャラを作成することなく汎用キャラがもらえるのですが、ここでもらえる汎用キャラは指定関係がないため、実はもらったキャラを使うのではなく、改めてアデルやロザリンドなどの暗黒議会でキャラクターを作成した方が指定関係の恩恵を受けることができ、キャラを強化しやすいようになっています。取り返しのつく要素ではあり、大した問題ではないのですが、巧妙な初心者への罠となっていますね。悪魔的ですね。そして前科システム。罪を犯すは悪魔の誉れ。前科が増えるごとに取得経験治療のアップや暗黒議会での可決率が上昇します。前科は郵便屋から罪状を受け取り、アイテム界の中で魔界裁判所に入ることで受け取ることができます。ちなみに味方を持ち上げたタワーのまま入廷すると共犯ということで、みんな仲良く前科がつきます。やり込みにあたっては必須の育成要素ですが、前科集めはなかなかに骨が折れるため、以降のナンバリングでは残念ながら採用されなかったようです。ちなみに現在の前科数に裁判所のプリニーのセリフが変わるのが一押しです。タワーを組んだ状態でダイナミック入廷をした際のプリニーのうろ対応は癖になる面白さですので、このあたりはぜひ体験してみてほしいですね。しかも関係ない方がたくさんいるっす。もう訳がわからないっす。このまま進めてしまうっす。そして裏面。拠点であるホルトト村に隠されたスイッチを押し、メーベルマーク2を倒すことで解放される要素です。各ステージで条件を満たすことで裏面が解放されます。裏面では敵のレベルが通常ステージよりも圧倒的に高いのはもちろんですが、ダーク対応というものがマップ全体に対して
敵の復活や味方への状態異常を付与などの面倒な効果を発動させてくるだけではなく、様々なジオパネル効果により、一癖も二癖もあるステージ構成となっています。ストーリー進行とは関係ありませんが、一部要素の解放には裏面のクリアステージ数が関係しており、こちらもやり込むにあたってはクリアしておきたい要素となります。その分、ステージボーナスのクオリティも上がっており、後ほど語る修羅の国に進める前の武器集めなどで重宝するステージもあります。一部のステージでは通常マップの戦闘中に条件を満たした途端に問答無用で裏面に引き込まれ、突然の高難易度ステージでゲームオーバーになってしまうこともあるので、1周目をクリアしたぐらいのタイミングで解放するのがいいかもしれませんね。そして最後は修羅の国。アイテム界で登場する海賊たちを倒し、マップの切れ端を集めることで解放される要素で、こちらもこれ以降のナンバリングでは、クリア後の恒例のお楽しみの要素となっております。修羅の国では、レベルもステータスも通常マップとは桁違いで、まさにやり込みのための究極の要素。修羅の国に行くことで仲間にできる固有キャラもおり、シリーズ恒例の超魔王バールなどと戦うこともできます。なお、今作では修羅の国の解放のために地図の切れ端を集めるのですが、それがなかなかに苦行であるため、地図の切れ端を集めるという要素は以降のナンバリングでは撤廃されています。ちなみに自分も地図集め終わっていないです。きついです。ちなみに PSP 版と Steam 版ではアクターレ編をクリアすることで魔物が武器に変身するマチェンジや魔物が味方キャラを投げることができるレシーブなど、ディスガイア3の要素が逆輸入されており、よりプレイしやすくなっています。さて、ストーリーとシステムの解説はざっとこんなもんですが、キャラクターの解説については、ストーリーの深掘りも兼ねながら別動画で語ろうと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。